にちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さて、今日のテーマは2025年4月の18日、火星が獅子座に入りますということです。天体がサインを移動するときはエネルギーシフトが起こりますが、火星は直接個人の生き様に関わる天体ですから、特に火星の移動というのは個人の人生に大きな変化を与えます。さらに、蟹座から獅子座。蟹座と獅子座っていうのは積極的に自己表現をするサインとしないサインっていう、真逆のね、エネルギーを持ちますから、これはとても大きな変化になること間違いなしです。ということで、今日もとても大切なお話をします。で、この獅子座、火星期に突入ということで、結構2ヶ月続きますので、12星座別のこの期間のですね、アドバイスもします。で、このアドバイスが結構今後の火星の時代にとても大事なことになりますが、いつものようにちょっと話してみて、つい話が長くなっちゃうんで、動画が長くなりそうでしたら前半後半に分けますが、必ず12星座別もお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。それからですね、今もう、2025年の最初に上げた動画の予告通り、例えば株、暴落とかですね、そういう暴落っていう文字やニュースに触れて、とても不安な気持ちになっている人が多いと思うんですね。でもここで低い波動にならないことも大事です。その波動がやっぱり引き寄せちゃうから。なので、毎週金曜日にはインスタグラムの方で早朝にですね、高い波動に皆さんを包むためのライブをしております。なのでちょっと不安で低くなっちゃうという人は、ぜひジョインしていただいたら、高い波動を私がお届けいたします。そして、ここにいる皆さん、コミュニティだと私は勝手にお仲間同士だと思ってます。新しくサブスクライブしてくださった方も本当にありがとうございます。これから皆さん一緒にね、幸せになっていきたいと思います。いつも言ってますけど、うちはクリスタルショップでもありますね。ここにもちらっと見えてますけれども、クリスタルグリッド貼っておりまして、ポジティブなエネルギーなり、ネガティブなエネルギーなり、人は人に送るものですけど、もういちいち人を嫌いになるのも、嫌な思いをするのも嫌だし、そして感謝はもう自動的にすごく全部常に返して、忘れることなく返していきたいと思っているのでですね、いただいたエネルギーはそのまま皆さんに倍にして、もっと幸せになるように返すというグリッドも貼っておりますので、いつも皆さんの幸せを祈っております。さあ、ということでですね、さて、今回獅子座に入った火星は、そのまま獅子座を進み続けて、6月の17日まで獅子座に滞在することになります。2ヶ月ね、長いです。それから火星のエネルギーを高める小惑星はパンドラという小惑星です。で、この、火星のエネルギーを知るため、エネルギーをね、大きくするためにも、またパンドラのエネルギーを大きくするためにも、一緒にいる期間というのはとても重要なんですけど、これがですね、パンドラも4月の11日に獅子座に移動しましたから、この2つが今同じところにいるということなんです。で、これによってパンドラの箱を開けてくれる天体である、火星ですね。そして火星も開けたいんだけど、好奇心と行動力に溢れてるから。でもそこにパンドラの箱がないと開けれないし。で、このジレンマが解決されている今期間ですので、この期間に何ができるかと言いますと、最初に答えを言うと、全く新しいマインド、風の時代はこういうマインドでいかないと幸せになれないぞというものを今から構築するにはとてもいいチャンスタイムなんです。だからぜひですね、変われない変われないと思っている人も、なかなか古い考え方から抜け出せないという人も、この期間を利用して、よりポジティブなマインドにね、変わっていく期間になるといいと思います。この流れに乗らない手はないというぐらいのエネルギーです。で、何度も言いますけど、パンドラと火星ってすごい相性がいいんですよ。本当はいつも一緒にいてほしいんですよ。でも公転周期が違うから、そう簡単にね、くっついてくれないんで、今度いつくっつくか分かりませんから、本当この機会がチャンスですということです。
で、じゃあその何ということなんですけど、風の時代に夢を叶える人になるためには、やっぱりマインドをそれに合わせていくことが大事なんですね。より上昇しようとするエネルギー、表現しようとするエネルギーなんですけれども、その希望の光っていうものはですね、パンドラのように、小惑星がとてもこう、うまく手っ取り早くというか、開ける可能性を高めてくれるんです。で、だから私も個人セッション、YouTube から多くの方がもう最近オンラインで日本からも来ていただけるようになって、とても楽しいんですけど、日本の皆さんともお話ができるようになって。で、そこでも、このパンドラの位置っていうのがね、その人の人生のポジティブな可能性を示しているので、そこからこう、幸せになるためのヒントみたいなものをお伝えしたりしています。ただこのパンドラはやっぱり箱なんで、実際はパンドラっていうのは人物名ですよ。箱を開けた人の名前なんですけど、でも、まあ、このね、先生術というと箱なんですね。だからやっぱり開けてくれる天体が入ってこなければ意味がないので、火星と一緒にいるこの期間っていうのが皆さんのパンドラも開けていくことになるのではないかと思います。で、ここで、じゃあ、どんなマインドを育てれば一体いいの？風の時代ってどういうことなの？ということなんですけど、これ以前の動画で蟹座火星期の12星蟹座ね、にいたから今。その蟹座に火星が入った時に、その間12星座別でこういうことをやってねっていう課題をお話ししてました。だからそれをやった前提ではあるんですけど、もちろんいつだってまだ間に合いますから、まだ見てない人はぜひキャプションから探してですね、蟹座化石を見て、それをまずこうやって、それからこう次に移動ね、移っていただくといいと思います。で、まずじゃあこれからなんですけど、実はこの後、土星が30年ぶり、29年で一周ですから、29年ぶりぐらいに、お羊座にまた戻ってくるということなんですね。今月中に移動しますけど、その流れがもう起こり始めています。もうだいぶ近いですから。で、その流れがますます今からお話しすることにエネルギーを注ぎますので、これまたそのお羊座土星の動画も上げますけれども、ちょっとここでお話ししておきたいのは、今年最初に上げた動画で、2025年っていうのは、国とか世界とか、なんか大きな私たちが信じて頼ってきたもの、例えば WHO とか US エイドとかですね、そういうとか国連とかですね、そういう絶対こう私たちを幸せにする方に導いてくれるための助けのものなんだろうと思い込んできて頼ってきたものをもう信じられなくなる、なんか悲しいことですけど、もう信じるのはやめましょうっていう意識が生まれ始めるのが2025年ですよ。もうそう信じられなくなるような出来事も多く起こりますよってことを話していました。で、実際に今も起こってますよね。もう皆さん分かってる通り。で、だからこそ、獅子座火星パンドラ期っていうのは、あなたの幸せ、あなたの人生計画、あなたの未来は国に期待するんじゃなくて、あなたが決める。国に何言われても、あなたが決めていいんだよっていう、そういう意識を確立することと、そのための自分自身の土台を作る強さを持つために、そういうためのマインドを変容させていくことが大事なんです。もうこれから海王星もずっとね、お羊座時代続きますし、土星お羊座が入ってくる時にはもう本当にこれが大事。で、そのマインドを変容させる時期としては、火星とパンドラが獅子座にいる時に、そのマインドを構築しやすいということなんで、ぜひ皆さんにやっていただきたいわけです。で、私はですね、もう全然経済が詳しいわけでもない、経済評論家でもないし、経済的に今世界で起こっていることに対して、そういうアカデミックな視点から全然解説も説明もできないし、全くの素人ですし、まさに日本のことは、私は実際には住んでないから、オーストラリアでしかいないので、そのことは分かりません。先生術師として天体の流れから言うとこうっていうのをお話ししているだけですから、そこは勘違いしないでいただきたいんですけれども、例えばオーストラリアなら、私たちは分かりやすく不動産というかなり確実な投資対象があります。これ歴史、この数十年を見ても、不動産はこうはあるけど絶対上がり続けているので、なんと
か貯金を頭金を工面して何でもいいから不動産買えば必ずと言っていいほど長期的に見れば値が上がるので、老後のために買っておくという人も多いわけです。私もオーストラリアにいれば株のようにリスクが下がるかもしれないものよりも絶対にいつか上がる不動産というものにのみ、投資をしてきました。でも、日本のクライアントさんが今多いんですけど、日本は不動産は確実に上がるものではないわけです。それは確実な投資ではないので、結構セッションで経済のテーマで先生術的な見解というのを、私は素人ですよ、でも先生術のことだけだったら言えますよということで求められた時に答えていくのは、100%先生術の天体の動きだけでお答えするならば、2025年は各国のお金の価値、カレンシーとか株などの価値が瞬時に一夜にしてとかいうふうに激動する時なので、上がるかもしれないけど下がるかもしれない。ということはリスクを冒したくないならば、私なら2025年は投資はしませんっていうふうにお答えはしてきました。で、今実際に起こっていることは、それは反映しているということで、数名のクライアントさんから国に勧められた通り、NISA を検討しなくてよかったです。私でも NISA と全然知らないんで、わからないんで、それが何かわからないんですけど、検討しなくてよかったですっていうような感謝のメールが今よく届くので、そういうことがやっぱり起こっているんだろうなと思います。なんか国が進めることを安易に信じない方がいいっていうのは悲しいことのようですけど、でも、もう何回も言ってるように、風の時代ってそういう時代なんです。だから自分で見極めるしかない時代なんです。で、これも去年上げた動画で、天皇制が7月に双子座に移動するということで、これ84年ぶり、に84年前と同じ場所に来るっていうことは、2025年問題というものを引き起こしますという、これ私以外の先生術師の人がたくさん言ってると思うんですけど、それはその日本が最も黒い歴史を、経験していた時と同じ位置に天皇制が、戻るからなんですけれども、この動画も気になる方はね、まだもちろん残ってますから見ていただくといいんですけど、これでなんか、日本が滅びるのかと恐れることはないんですけど、この80年前と同じことというのは、日本国民がメディアの言ってることを信じるとか、国が言ってることを信じるとか、プロパガンダの影響を受けて、真実が見えずに振り回されてしまったことから起こった負の歴史なんです。だから、そうしないように皆さんがなればいいだけです。いい意味で信じないっていうことです、そこ。で、これもっと広く言えば、ほら、一人一人違うから、ほら、例えば国なんかは老後心配でしょ、みんな。ばっかり言うじゃないです。老後のためにこれして、老後のためにどうのこうのばっかり言われるんで、そうかなと思っていろんなことをやっちゃうわけですけど、でも皆さん一人一人価値観も違うし、例えば私はミニマリストだから、子供が成長したらどんどん持ち物を少なくしていって、もっと小さな家に住んで移るから、別に今を楽しみながらも老後のための投資なんて必要ないわ。それに合わせて移動していくわというような生き方をはっきりとビジュアルにして持っている方もいるんですね。で、そういう人は外からの情報、老後を、老後ハラスメントじゃないけど、ああしないとこうしないと困るよみたいなものに振り回されずに生きている方もいっぱいいます。で、そういうふうになっておくと、風の時代結構幸せに生きられますよということなんです。国がどう言おうが、周りがどう言おうが、私の今後の幸せな人生のあり方はこれっていう明確なビジョンを持ってる人はやっぱり風の時代強いです。そのために私は、ここは宣伝ですが、やっているプロジェクト、幸せ革命マニフェステーション実現プロジェクト、それから、私が開発して日本でも3等項 R マークでレジスターされている講座、脳科学が導く願望実現プロジェクト、セプタグラムソウルジャーニーコーチング講座、これはどちらもそのために開発したんですね。いい意味で国やそういうものを信じないで、自分の幸せのビジュアライズをできるようになることと、そこに向かって進む行動力を鍛えていくわけです。で、脳科学では今、脳の中でビジュアライズできたもの、その未来は、実際に脳の中でビジュアライズしてるだけなんだけど、実際にそれを本当にあなたが体験した時と同じ現象を引き起こすことがもうちゃんと確認されているんです。
だから、例えば老後を恐れていると、実際に怖いことが起こって経験している時と同じように、ストレスホルモンであるコルチゾールとか、アドレナリンとかが出たり、血圧上がったり、心拍数が上がるわけです。で、そうやって実際に体に変化があるんです。で、体に変化があるということは、あなた自身が発信しているエネルギーが変わります。つまりこれをスピリチュアルな人たちは周波数って言いますけど、周波数が下がっちゃうんです。ストレスホルモンが出てると。で、物理学では同じ周波数のものが引き寄せ合うということももうすでに証明されていますから、低い波動をあなたが発している人には、低い現実がやってくるということなんです。で、私がさっき言ったこの2つのマニフェステーション術とか願望実現術はこの逆のことをやるんです。今度は確固たる未来のビジョンを持っていれば、老後全然豊かに幸せに生きている私。今のまんまで、例えば NISA しなくても、投資しなくても、ちゃんと老後を幸せに暮らしているビジョンを持っていれば、しちゃいけないって言ってないんですよ。知らないんで、私ね。だから例えば、絶対しろと言われても、自分のちゃんとそれしなくてもいいよというビジョンを持っているならば、その幸せを体験していると同じ現象が体に起こるから、あなたの発する周波数が上がるので、高い周波数で生きていると、つまりそれが引き寄せられて夢がやってくるっていうことです。で、ただですね、これ、引き寄せではよく引き寄せっていう言葉を使うんですけど、私は個人的にこの術をマスターして皆さんに教えてるわけだから、これを何度も何度も体験して、なんかね、やってくるっていう感じじゃないんです。すでにそこにあったもの、だけど見えてなかったエネルギーが、その周波数が上がると見える状態になって、ポンっていきなり目の前に存在する。もともとあったものが見えるようになる。なんかそういう感じで起こることが多いです。ということで、この火星期にですね、その強い力を育てていただきたいんですけれども、じゃあそのあなただけの、強いマインドを育てるために、お羊座の火星パンドラ期に12星座別にどういうことを意識すればいいのかっていうのもまとめて出してあるので、これやっぱり長くなったんで、後半戦で12星座別をお伝えしますので、ぜひもう一個の動画も見てください。そして、じゃあ最後にこのセプタグラムソウルジャーニーコーチング、なんかすごい素敵な占い師のなんか有名な方が、7っていう数字がすごい今パワー持ってるよって言ってたよって、クライアントさんから教えてもらいました。まさにこの7だからマキさんのセプタグラム開発したのすごいんですねって言っていただいて、すごい嬉しい、勝手にテンション上がってるんですけれども、なのでこのね、7芒星をもとにして出来上がったセプタグラムソウルジャーニーコーチングからのリーディングのカードのメッセージを皆さんにお届けしたいと思います。じゃん。これコミュニティのカードですね。スリアントラという最も波動の高い、それこそ、これ見てください。見てるだけで波動上がるから。ね、波動上げたい。周波数上げたいですから。この最も周波数が高いヤントラって言われているのがスリアントラなんですけど、このカードが出ました。で、これってコミュニティのカードなんです。で、これも多くの、あのサイキックの方とかが言われてますよね。2025年以降はコミュニティの時代。高い波動の持ったコミュニティを持っている人が生き残るよって、私も先生術で見ててもやっぱりそう思います。コミュニティの大切さですね。で、これ見ている方、日本人の方が多いと思うんですけど、日本人の方は世界で一番コミュニティ作りは本来はうまいです。本来はです。今ちょっと違う風になっている人も多いけれども。で、もちろん日本人じゃなくても、コミュニティ作りがうまい。コミュニティに参加するとエネルギーが発動できるっていうような人たちは、とても救われていくというエネルギーを今持っているということですね。多くの方が語っていますよね。で、逆にそういう強い力を日本人の方も持っている方が多いし、コミュニティを作れる方たちっていうのは、そういうのを持ってる方が多いんで、邪悪エネルギーみたいなのやっぱり常にあって、この世界には残念ながら、そういうものはコミュニティ潰しにかかります。だからいわゆるその日本人たちが大きな力を持ってコミュニティを作っていくと、ものすごいことをしでかす力を持ってるので、改革の。なんでそこから離そうとするようなエネルギーっていうのは、やっぱり同時に動いてます。これも、この間たまたまサイキックの方とお話しする機会があって、おっしゃってました。だから皆さん、そこに惑わされないように、
素晴らしい、エネルギーを持ってるんですよね。本当にこうアジアのエネルギーもそうだし、アジアの、文化が好きな方たちもそうですし、私たちのこう伝統的に持っているそういうエネルギーを使われると困るので分散するみたいなものも、その25年問題の中にある。だから日本人がターゲットに逆に言うとなると言われているっていうふうに捉えている人もいるぐらいですね。だからせっかくその日本人ならではの良さっていうのを今こそ発揮する時ではないかと思います。さあ、それでは12星座別は後半戦でどうぞ皆さん素敵な火星期を、そしてチャンネル登録まだの方はぜひお願いします。素敵な、ポジティブなコメントいつもしていただいている皆さんもありがとうございます。コメント書けないけどと思っている皆さんも見ていただくだけで嬉しいです。ありがとうございます。そしてさっき言ったようにインスタの方のライブでももっと高い波動をどんどん毎週金曜日お届けしますので、ぜひそちらもジョインしてみてください。では